どうも皆さんこんにちは、私です。今日はですね、私がよく Vlog で履いているラフシモンズのオリオンっていうスニーカーがあるかと思うんですが、それの紹介をしていこうかなと思います。これまでよくその Vlog を何本か上げているかと思うんですが、スニーカーの動画を上げた時にですね、結構皆さん反応が良くてですね、登録してくれる方もちらほらといてすごく嬉しく思ってます。なので Vlog の中でさらっと触れるだけではいたんですが、せっかくならこうまとめて紹介しておこうかなと思って今回撮ることにしました。前もお話ししたんですが、ノートっていうそのブログの方でも一応記事にまとめているので、この動画と合わせてそちらも読んでいただければ詳しいことが分かりやすいのかなと思います。で、今回どっからお話しすればいいのかなと思ったんですが、とりあえず今見てもらっているこの5足あるんですが、これが私が持っているオリオンっていうスニーカーになります。結構いろいろ経緯があって、こう買い足していったらいつの間にか5足になってしまったという感じなんですけれども、そもそもラフシモンズのランナーって何なんですかというところからお話ししようかなと思います。で、このラフシモンズのランナーっていうのは、このラインが始まる前にラフシモンズとアディダスっていうそのスポーツメーカー有名なところがあると思うんですが、そこがですね協業していて、2013年から2019年頃まで一緒にですねコラボレーションしてスニーカーをこう出していたんですね。で、そのコラボレーションが一旦終わりを迎えて、2020年からはラフシモンズが独自でランナーラインっていうものを作って自分たちでスニーカーを出し始めたっていうのが始まりですね。で、そこからラフシモンズは2023年の SS でブランド自体は終わってしまうんですけれども、そこまでだいたい6シーズンですね続いたラインになります。で、私が最初に買ったのはこの真っ黒のブラックスウェードのオリオンっていうタイプですねを私が一番最初に買いました。で、この子は、2021年の SS のモデルだと思います。なので、2020年秋冬からファーストシーズンが始まったので、第2シーズン目に出た、スニーカーだと思います。で、最初の数シーズン、第3シーズンぐらいまではオリオンは基本的に合皮が使われているんですね。ただこのスウェードタイプだけは、この部分が本革だったので、それだったらいいよなと思ってこのオールブラックのスウェードタイプを購入しました。ただそのかかとの部分とかこのプニプニのかかとの部分とか、あとはライニングとかですねは、合皮が使われているので、少しそこは、妥協点なのかなという感じで捉えています。で、私がこのオリオンを買ったのはですね、ブログの中でも書いているんですけれども、アディダスのスタン・スミスを何回か買ったことがあったんですが、ラストが足に合わなくて靴ずれが起きてしまっていたんですね。なので買っては売りを何回か繰り返して、自分にはちょっともう合わないのかなと思っている中で、この似たようなタイプのスニーカーをですね見つけることができて、試してみたらすごく足に合って痛くもならなかったので、それで気に入ったっていう経緯があります。で、この子を買ってすごく良かったので、なんていうんですかね、ローテーション用にもう一足ぐらいあった方がいいかなと思って、今度はですねこの赤のタイプを購入しました。これが、第4シーズン目に出た、2022年の SS モデルですね。この頃になると全体的にアッパーが本革になっていて、あとは端の部分にですねこのラフシモンズの顔のプリントが追加されるようになってバージョンアップしたモデルになってます。ここの部分が黒のスムースレザーで、かかとの部分がですね赤のスウェードレザーになってます。ライニングもですねちゃんと本革仕様になってますね。で、この2足を買って同じシーズンにこの真っ白のモデルも出ていたんですよね。で、スタン・スミスってやっぱり白に緑のちょっとした差し色が入っているっていうモデルが一番代表的なカラーだとは思うんですが、このタイプのスニーカーを買うからには私も白いものを持っておきたいなと思ってこれも購入しました。アッパー部分が白のホワイトレザーになっていて、かかとの部分がベージュっぽいグレーっぽいスウェードになっています。ちょっとニュアンスカラーの差し色が入っているモデルなのかなと思います。ライニングもですね白になっていますね。クリーム色っていうのかな。すごく使いやすいスニーカーですね。白でシンプルで余計なものがあまり入ってないので、オールブラックのコーディネートでも
足元だけ白にして外してみたりとか、結構そういう使い方ができるのですごく重宝しています。でそれでですね、この黒2色と、白があって3色あって、十分なのかなとは思っていたんですが、その後にですね、この2022年秋冬にオールブラックのモデルがまた出たんですよね。以前にもファーストシーズンですね、2020年の秋冬にオールブラックのオリオンっていうのは発売されていたんですけれども、その時はですねアッパーが全部合皮だったんですよね。で今度2022年の秋冬になってからは、全部が本革仕様になったオリオンが出たので、このオールブラックはやっぱりいるよなと思って、これは買いだなと思って、4足目をちょっと買い出すことになりました。で、違いとしてはファーストシーズンに比べてこの端の部分に顔がプリントされているのと、あとオールブラックといえどソールがちょっとグレーがかっていて完全な黒ではないっていうのがちょっと見分けるポイントなのかなと思います。ちょっとですねスウェードの方と比べてみると色の違いは分かりますかね。ちょっとグレーっぽい緑がかったソールになっているのかなと思います。履いてみるとそこまで分からないんですが、一応ファーストシーズンのオールブラックとはちょっと微妙に違いますよっていう感じのモデルになってますね。間違いないアイテムなのかなと思います。で3足あって4足目も買うことになってしまったら白と黒が揃っているじゃないですか。そしたらですね、この奥にあるこのグレーもちょっとコレクター心理が働いて、どうせならと思って揃えたくなっちゃったんですよね。この子は、この赤とベージュと同じシーズンに出ていた、モデルになります。なので2022年の SS のモデルですね。全体的にスウェードのアッパーでかかともスウェードになっていて、このグレーなんですけれども差し色としてこの水色がすごく効いていて、そのポイントがいいなと思って買ったアイテムになります。端の部分にも青のプリントが入ってますね。実際に履いてみました。一番分かりやすいグレーを履いてみたんですが、特にそんなに特徴があるようなスニーカーではないので特別な感じはしないかと思うんですが、このかかとの部分の差し色がですね、やっぱり歩いている時にちらっと見えるのが可愛いのかなと思います。私がこのスニーカーを見つけて好んで買い集めるようになってから、友人もですね、それいいねっていうことで真似してくれる人とかもいて、私の周りでは微妙に流行っているというか履いてくれている方がちらほらといるようなスニーカーになってます。結構マイナーなモデルなので、普通のスタン・スミスに飽きてしまったり違いとかプレミア感を演出したい人はこれ狙ってみるのもいいんじゃないのかなと個人的にはおすすめしているスニーカーですね。一応私が持っているのはこのざっとモノトーンでまとめた5足になります。やっぱり最初の方の合皮のシーズンのアイテムは基本的には買っていないですね。履いているうちに割れてきてしまったり劣化がすぐしてしまうので、後半のシーズンのアイテムがおすすめなのかなと思ってます。で一番最後のシーズンの 23SS シーズンにもオリオンがですね4足発売されたんですけれども、出たカラーが黒のベルクロモデルと白のベルクロモデルで、ネイビーの、普通の紐のタイプと薄いグレーの紐のシューレースタイプっていうその4モデル出たんですね。なので今ある5足でもコーディネート的には十分なのかなと思ってスルーすることになりました。せっかくならベルクロモデルとか持っておいてもよかったかなとは思うんですが、やっぱり人気で手に入らないんだったらしょうがないかなというぐらいの緩い気持ちでいました。っていうのもですね、こんだけ5足もあってラフシモンズってお値段高いよなと思われるかもしれないんですが、これ全部セール価格でしか買ってないんですよね。なのでプロパーで売り切れてしまったモデルとかに関してはどうしても手が出なかったっていうことになります。やっぱりそのスタン・スミスが足に合わなくてその代わりとして買い求めたものなので、価格に違いがありすぎるとちょっと違うかなっていう気持ちもあるので、セール価格だったからこそ試してみようかなと思って買うことができました。定価がですね、だいたいこのファーストシーズンの方の合皮がベースになっているモデルはだいたい3万円しないぐらい、こっちの本革仕様になってからはだいたい4万円台ぐらいのお値段だったかと思うんですが、全部セールで1万円から1万5千円ぐらいの価格で
購入することができています。今でも割とセールで残っているところがあると思うので、あとはリセール品とかでも状態のいいもの残っているかと思うので、探してみていただければいいかなと思います。で、一応その後いろんなモデルがあるかと思うんですが、シーズンごとにですね、微妙にマイナーチェンジがされていて、例えばこのファーストシーズン、セカンドシーズンあたりのオリオンは、一番わかりやすい点で言えば、このアッパーにプリントがついてないですよっていうことと、あとはこのタンの部分ですね。タンの中にですね、このゴムバンドがついているんですよね。なので、シューレースなしでも履けるっていう仕様になっているモデルになるかと思います。その後のシーズンになってからは、フェイスプリントが追加されて、本革仕様になっていったんですが、この中にですね、ゴムバンドは省略される形になっています。で、私がさっき言った持ってない 223SS モデルになると、ベルクロのモデルとあと紐のモデルがあるんですが、このサイド部分にステッチが追加されるっていうマイナーチェンジがされているので、本当シーズンごとにちょっとずつ細かい部分のディテールが違いますよっていうことが、確認できるので、いろんなモデルの中から自分が気に入るディテールのモデルを探していただければいいのかなと思います。で、あと話していないことといえば何かあるかな。サイズ感とかですかね。よいしょ。基本的に、オリオンはユーロサイズで1サイズずつの展開なので、ハーフサイズがないのでインソールとかで調整してあげればいいのかなと思うんですが、私はですねちょっとちっちゃい方を選びました。っていうのもオリオンはですねこのかかとの部分がぷっくりしているんですよね。クッション性があるので歩いた時にですね少しかかとが抜けてしまうような感覚があったんですよね。なのであえてちょっとちっちゃい方で2人目というかタイトめに履いてあげるようにしています。私の足の形的に甲が低かったり幅が細かったりするので、問題なく履けているなっていう感じになります。なので人によってはちょっとそのあたり違うと思うので、できれば試着とかをしてみていただければ一番間違いがないのかなと思います。参考までにそのサイズ感はそんな感じですよっていうことですね。で、オリオンっていう名前だけあってソールのこの溝部分がですね星型になっているんですよね。そのランナーのラインは全部のモデルが、星とか星座とか宇宙とかに関係した名前になっていて、オリオンっていう名前だったりアンテイとかソラリスとかサイロンとか、結構いろんな星とか天体とかそういったものに関係した、名前が付けられているモデルになります。オリオンっていう名前も含めてなんかちょっといいなと思って、そこも一応気に入るポイントになった一つの要素かなと思います。1点お伝えし忘れちゃったかと思うんですが、ランナーを1足買うとですね、こんな感じで袋が1個ついてくるんですよね。シューズ用のこのダストバッグっていうんですかねだと思うんですが、こんな感じのショルダーバッグがついてきます。リックを買う時も大体トートバッグついてくるかと思うんですが、ラフの場合はこういうショルダーバッグのタイプですねがついてきます。色はちょっとなんだろうな、リックっぽいといえばリックっぽいんですが、ちょっと茶色みがかった色になってます。で、紐もついているのでこうギュッて絞れて、普段使いというかメインのバッグにはならないと思うんですよね、この生地が薄いので。ただその買い物の際にちょっとエコバッグとして中に忍ばせていくっていうのにはいいんじゃないのかなと思います。一応こういうのもついてきますよっていう紹介でした。ざっとそんな感じですかね。何か伝え忘れたことないかな。多分大体のことはお伝えできたのかなと思うんですが、もし何かわからないことがありましたら、コメントしていただければ全然返信しますし、あとは、さっきもお伝えしたブログの方にも、記事にまとめてあるので、それを読んでいただいてもいいのかなと思います。リックを紹介した際にもちょっとお伝えしたかと思うんですが、基本的にはこれ私が自己満足でやっているだけの動画なので、みんながあんまり持っていないようなモデルをこんだけ持ってますよというと、ちょっと自慢話にお付き合いいただいたっていうことになるのかなと思います。今日のところはそんな感じですかね。ではまた何かありましたら動画作っていきますのでよろしくお願いします。では。